こんにちは、木之内です。大変ありがたいことに、このチャンネルもいろいろなところから見ていただいているようで、いつも新たな出会いに感謝しております。もし現在家を計画中であったり、設計中の方がおられたら、毎日いろいろな案を検討されていることかと思います。プランを練るとき、どうしても実現したいことがあって、そこに集中するあまり、他を犠牲にしたり、バランスを崩したりしていませんか？誰もがそうなりがちなんですが、今回はそういう時には一旦立ち止まることも必要だというお話です。先日、中庭を取り上げた動画を見ていただいた方からご相談がありました。どうしても中庭を作りたいと思い立って、中庭が実現可能な中古住宅を購入したということです。お話を伺うと、建築もよく勉強されていて、コンセプトもしっかりしていました。中庭の本質的なところをよく理解されていて、内と外が融合した空間としたい。植物に囲まれた中庭で、友人を呼んでパーティーをしたい。既存の家が建てられた時代のミッドセンチュリーモダンを復元しつつ、現代の生活スタイルを取り入れたものにしたい。ということで、素敵な暮らしが目に浮かぶようです。他のご要望もすんなりと頭に入ってきましたが、作成したプランを見せていただくと少し違和感がありました。詳しいプランは後ほど見ていただきますが、そのプランを成立させるための大掛かりな設備が気になっていました。本来は理想の暮らしという目的を実現するために中庭という手段があるはずですが、中庭という手段の方が先にあるように感じてしまいました。具体的なプランの前に既存の住宅のことを少し見ていただきますと、中古住宅と言いましたが、ただの中古住宅ではありません。1900年代半ばに分譲された住宅ですが、今も愛され続けていて、価値がますます上がっているという住宅です。誰しも建てた家はできるだけ長く使えるものであってほしいし、価値もできるだけ下がらないでほしいと考えると思います。ではそのために何が必要でしょうか？長期有料住宅のような耐震性や省エネ性といった一定の機能を満たすことはもちろん必須です。でもそれだけではダメで、それに加えて数字で表せない居心地の良さや人に愛されるデザインという要素がないと、誰もリノベーションしてまで住み続けたいと思わないのではないでしょうか。そのヒントがこの住宅にはありますので、ぜひ楽しみにしてください。実はクライアントはアメリカの方で、購入された中古住宅はサンフランシスコ郊外のベイエリアに立つ住宅です。これは Google マップですが、このような緑豊かな閑静な住宅地で、よく見ると同じような家が立ち並んでいることがわかるかと思います。これらの家は1900年代半ば、1950年から70年代にアイクラーホームズ社が建てたいわゆる分譲住宅です。この写真を見て一番驚いたのは、半世紀以上前に建てられた家のほぼ全てがオリジナルのまま残っているということです。コミュニティごとに日本でいう建築協定のようなものがあるようですが、決して新築できないわけではありません。住まい手が自らの意思でこの環境を守っているということです。同じような街並みがあったとしても、日本だったらと考えると、50年もすればほとんどの家が建て替えられてしまっているような気がしてしまいます。なぜこれほどまでに建築や街並みが保存されているのか、クライアントに聞いてみましたが、住み続けるのが当然だと言います。どうも指定文化財のようなもので、守らないといけない建築だという認識のようです。アイクラーホームズ社が建てた分譲住宅は、愛情を込めてアイクラーと呼ばれていますが、決して豪華な材料を使っているわけではありません。柱や梁は表しで、むしろ簡素な作りです。これは販売当時の売り出し広告ですが、価格を見ると1万ドル以下ですから100万円ちょっとというリーズナブルな価格で提供していたようで、普通の人が手の届く家でした。それが今ではプレミアもついて3億円から5億円といった価格で取引されているそうです。こんなに上がっているのはシリコンバレーに近いという地域性も大きいのだと思いますが、少なくとも建物の価値は下がっていないし、それどころか相当上がっていると考えるのが妥当ではないでしょうか。このアイクラーホームズ社については、日本でもこういう訳本が出版されています。里山住宅のモデルハウスを設計するときに参考にしていたんですが、その時は当時の住宅が未だに使われていて、これほど多くの人々に愛され続けているとは全く想像できていませんでした。アイクラーにもいくつかのタイプがあるようですが、共通しているのはポスト&ビーム構造と言われる構造です。これは日本でもおなじみの柱と梁の構造で、柱と柱の間にさりげなくガラスをはめ込んでいて、この収まりの簡素さは羨ましいくらいです。一年を通じて温暖な気候で、雨が少ないということもあるんだと思いますが、すっきりと収まっています。そしてもう一つの共通点、それが今回のポイントとなる
アトリウムと名付けられた外部空間です。今回の家はリノベーションされてしまっていましたが、オリジナルはこの家と同じような外観だったようです。緩い勾配で梁を持ち出して屋根を深く張り出しています。そして道路から見ると、このガラスと扉の向こう側がアトリウムになります。中は見えませんが、向こう側が明るいので外部空間につながることは想像できます。この写真はアトリウムから道路側を見たところです。屋根がくり抜かれていて、直接リビングやキッチンに出入りします。それができるのは靴を脱がなくてもいい土足の文化だからですが、そういった意味ではこのアトリウム空間は屋根のない玄関という解釈もできるかと思います。このアトリウムのアイデアが建築家から出てきたときは、創業者のジョーゼフ・アイクラーは否定的だったそうです。家の中心にあるアトリウムとやらはどう考えても無意味で、外壁の長さが増えるのでコストが上がるばかりだと嘆いたそうです。おそらくアトリウムの部分を室内にして床面積を増やしたとしても、建築費はそれほど変わらないと思われますので、ジョーゼフ・アイクラーの気持ちもよくわかります。しかしながらアトリウム付きのモデルハウスを建ててみると、爆発的にヒットして大反響を呼びます。そしてその後はアイクラーの代名詞になったということです。ということは、実用的な部屋を作るよりも何もない空間を作る方が価値があったということです。これは意外じゃないですか。もちろん玄関扉を開けた瞬間に明るい中庭が広がるという驚きもありますし、室内に光や風を届けてくれる中庭本来の効果もあります。しかしながらアトリウムという何もない空間がごく一部の人だけではなく多くの人々に支持されたという事実には、私たち設計者もとても勇気づけられます。現在でも敬意を持ってオリジナルを守ろうとするのは、半世紀以上も前にモダンな建築に挑戦したアイクラーの姿勢や先鋭的なデザインの力も大きいのではないでしょうか。リノベーションの場合、既存の建物やその背景について知ることはとても重要ですので、少しアイクラーについて見ていただきました。ここからはいよいよ具体的なプランについてです。これが今回の住宅の原型のモデルで、これを左右反転したものが建設当時の建物です。ここが先ほどのアトリウムです。半透明のガラスで仕切られていて、この玄関扉から家の中に入ります。扉を開けると中庭があって、これは土足の生活の羨ましいところですが、このアトリウムから直接室内に出入りできます。北側にはプール付きの広い庭があって、その庭に面してリビングとダイニングが設けられて、奥にキッチンとガレージです。東側にはベッドルームが4室と水回りも2カ所あります。このオリジナルの建物はその後リノベーションされています。クライアントが購入した時には、このアトリウムには屋根と壁が増設されて室内として使われていました。残念ながら一度失われてしまったアトリウムですが、それを自分の手で復活させるというのがクライアントの強い思いで、このようなプランを構想しておられました。日本のように靴を脱ぐ生活を理想として、この玄関から家に入って、ここで靴を脱ぎます。そしてこの部分を中庭として復活させて、中庭を囲むようにリビングとラウンジ、キッチンという配置です。キッチンにカウンターを設けて、普段の食事はここで済ませて、ゲストを呼んでパーティーをするときには、この中庭をメインダイニングとして利用するという構想です。このメインダイニングが外部で良いものかどうか疑問に思ったので、この中庭に関してもう少し詳しく伺うと、中庭の上部にガラスの屋根をかけるということです。そしてその屋根をスライドできる設備を設けて、気候の良い時にはオープンにして屋外で食事を楽しむという計画です。このガラスの屋根を動かすという発想には感心しましたが、かなりの費用も予定されていました。これには少なからず疑問を感じざるを得ませんでした。おそらくご本人も何か違和感があって、設計は随分進んでいるにもかかわらず、ご相談に来ていただいたんだと思います。文字通り屋上区を貸すような無駄があるように感じました。何か無理に中庭を作っているように見えましたし、その割に中庭周りの空間が生きていない気がしました。お話を聞いて、もう少しシンプルに整理していただけるように3つ提案してみました。1つは中庭をやめてメインダイニングを完全に室内にしてしまう案です。そうすると中庭周りの外壁や窓をなくせますので、リビングと一体に広々と使えます。プールのある庭に面して大きな窓があるので、最高はなんとかなりそうです。二
2つ目は完全に中庭にする案です。ガラスの屋根はやめて中庭を外部空間とすることでリビングやキッチンの環境はより良くなります。ただメインダイニングのスペースがなくなりますので、メインダイニングはプールサイドのラウンジの位置に移動します。ラウンジはなくしても OK とのことでした。そして3つ目はオリジナルのアトリウムを復活させる案です。アトリウムはアプローチも兼ねますので、完全にプライベートな中庭に比べると少しパブリックな空間になります。ただこの家は中庭以外に大きな庭があります。しかも高い塀で囲まれてプライバシーの保たれた庭ですので、この中庭をアプローチを兼ねたものにしてもデメリットは少ないかと感じました。こう提案すると3つ目のアトリウム案がいいと即決されましたので、アトリウム案で行くことにしました。アトリウムというのはこういうガラスの屋根に覆われた空間だけではなくて、教会の前の中庭と回廊部分もアトリウムと呼ぶそうですが、こちら一般的にはあまり使われていないと思います。でも改めて考えてみれば、アトリウムに近い発想で中庭をアプローチと兼ねるということは過去に何件か実例があります。この家ではこの格子戸を開けるとアプローチが続いていて、正面の玄関の手前左手が中庭になっていて、そこにはイロハモミジが植わっています。こちらは中庭の左手からアプローチして中庭を横切って右手の玄関にアプローチする事例です。どちらも都市部に建つ住宅で敷地に余裕がないので、中庭とアプローチを兼ねることでなんとか庭が可能になっています。それに比べると今回の家は別に広い庭があるのでアトリウム形式で全然問題ないはずです。そうして少し時間をいただいて作ったのがこのラフプランです。靴を脱ぐための玄関スペースが必要ですので、その分小さくなりましたが、オリジナルのアトリウム空間を復活させました。道路からアプローチすると、ここに回転式の扉があります。この扉には曇りガラスを入れて、中の光が漏れるようにしたいところです。電気錠で中から開閉しても良いかと思います。扉を開けてアプローチを進むと、正面にお手持ちのユッカの木を移植して、その手前で右手に降りると玄関です。リビングやダイニングからそのまま出入りできるように、デッキの床を張り出して、玄関の上がりがちも同じラインに揃えます。こうすることによって、玄関とアトリウムはガラスでは仕切られていますが、視覚的には連続した空間となって、狭さを補ってくれます。メインダイニングはラウンジがあった位置に移動して、キッチンと一体となった大きなテーブルを設けます。背面はすべて収納とします。こうすることによってリビングダイニングと庭やアトリウムがつながって広がりがあって光がたっぷりと入る空間になります。このデッキは室内の床を延長する縁側のような場所が欲しいというリクエストによるもので良いアイデアだと思います。軒が1メートル80センチぐらい出ているのでデッキも軒先まで張り出して室内と連続した軒下空間を設けました。元ラウンジがあった場所にダイニングを移動したことも結果的には良かったようです。キッチンダイニングからデッキやプールに連続する空間が楽しく使えるのがイメージできると気に入ってもらいました。このプールサイドに面する場所は家の中でも一番いい場所ですから、ラウンジよりもダイニングを優先する方がむしろ良かったのかと思います。最後にアプローチからアトリウムを見たスケッチです。ガレージは増築が必要でしたので、オリジナルよりも細長いアプローチになりました。ここで扉を開けるとトンネル状のアプローチの先に明るいアトリウム、さらにその先のリビングや庭が目の前に広がるという構成です。飛び石状の土間で立ち止まって右手が玄関です。この玄関はガラスで仕切られていますが、土間や板張りの床を連続させてアトリウムと一体化させます。決して広くないアトリウムにデッキや植栽、玄関などとちょっと要素が多いですが、玄関だけでなくリビングやダイニングと連続させることで広く感じさせることができます。こうしてなんとかオリジナルのアトリウムを復活させる案を提案することができました。これを見たクライアントからは見えないところでいろいろ操作はしているんでしょうけど、できた案はとてもシンプルで、これでやっとリノベーションが実現できるという確信が持てたと言っていただきました。現在の生活スタイルに合わせてアトリウムを復活させて、これからも長く誇りを持って住んでいただけたらと思います。いかがだったでしょうか。方向性は間違っていなくても、ちょっとした捉え方の違いでプランは大きく変わるということを感じてもらえたら嬉しいです。
しばらく更新をお休みしてしまいました。心配してメッセージをいただいた方、本当にありがとうございました。これからはできるだけコンスタントに更新していきます。それと、間取り添削の動画を見て、個別に相談できないかという質問もたくさんいただきました。そんなにたくさんはお受けできませんが、タイミングを見て LINE を使って要領をご連絡しようかと思います。少し準備してからになりますが、ご興味のある方は下の公式 LINE から友達追加しておいてください。ちなみに恥ずかしながら英語は全くできません。今回はクライアントが日本語ができたので、なんとかコミュニケーションが可能でした。それにアメリカの建築の長さの単位はフィートとインチで、フィートは 304.8 ミリで、日本の尺は303ミリなので、これは似ているのですが、インチは12進法で、図面の縮尺は48分の1や96分の1ですので、さすがに感覚が来るので、100分の1に直して、四苦八苦しながらなんとか乗り切ったというのが実情です。今回は以上です。最後まで見ていただきありがとうございました。それではまた次の動画でお会いしましょう。